これがロードスターのブレーキのブラケットです。サビサビだったやつです。でこれをサンドブラストでここまで仕上げたそうです。でこの辺が曲がりとかほんの少しあったみたいですけど、亀裂はどうやらなくて使えそうです。曲がりはもちろん修正しますということですね。はい。ブラケットの補強をしています。年式の古いものだからやってるだけであって、これがまあ新品から数年落ちだったら別にその鉄の材質の強度とか考えてやらなくてもいいと思いますけど、先ほど取ったんですけど曲がりが多少あって鉄の形は残ってたんですけど、年月が経ってるんで弱くなってるんじゃないかということで補強しています。もちろんレースなんかでクラッチとかブレーキをバンバン踏む人はやっておいた方がいいかもしれません。これブレーキクラッチ、これはクラッチ。そっちはクラッチ。一応完成です。今最後どこやったか、なんかこの辺、完成こっち。あ、こっちここもやってたんでね。熱いよ。ここもね、わかりました。ずいぶんなんか補強しますね。普通ですか？いや、普通、ほら、結局、ペダルがつくから、ええこういうのをやりたいんだけど、ああ、本当は。こうやって動くからできないでしょ。はいはい。板を入れちゃうわけにいかないからね。だから、こっち側でやるしかないから。これでもかなり薄いの使ってるから、ドリフトなんかするやつはもうみんなこういう鋼材だけで。こんな厚いやつね。厚ければ加工が大変なわけですね、それだけ。俺そこの入り口でそのうち転んでなんか頭になんか突き刺すんだけど。はい、これはさっきはこっちのクラッチの方やって、こっちはブレーキの方がこれでかかったんですね。ブレーキペダルがここについて、でアクセルペダルがここにつく。で問題なのはここだから。そうですね。ここのなんかさっき軸が曲がってて、ここはしっかりついてるけど、こうやって延長みたいになってるアクセルがついてるから、バンバン踏んでたりとか硬かったりするとここが曲がってっちゃう。元はこんな鉄板一枚だから、よくここに亀裂が入ってるみたいな。それでこれを補強した。なるほどね。本当はねぐるっと囲いたいぐらいなんだけど、箱にこういう風にしたいぐらいだけど、ペダルが動くからそれできないから。はい。こっちも随分なんか頑丈にやった感じだけど。あとは余分なところ切り落として落としてもいい。形は一応完成で。なるほど。アクセルペダルがここにこうやってつく。で、ダンって踏ませるところで、こっちしっかり飛ばすのもこういう風になったら、ここ1枚だから、閉じられるんだよな。こうやってバネがね。それ何回に1回ぐらいそれ考えないでやっちゃって後でやり直しする場面が出てきたり。そういうのよくあるんで。アクセル戻して踏むんだな。ちょっとこう外側からこういうのを攻めたくなるわけだよね。近づけてあんまりやると引っかかりやすくてね、この回路が悪くなってアクセル回路が悪くなったりとかするの。だから見た目だともっと麓でやればいいじゃんとか思うけど、実はそういう不具合が。スプリングが大丈夫そう。ちょっとだけ足そうかな。でも曲がるのはこれだから。ここはやっぱり一番ね曲がるところ。こんな感じになりました。